おはこんちこんばんポテトです。今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ドリブルとスタミナについて調べてみたということでね、一つのテーマをねちょっと短めにポンとやっていきたいなと思うんですけども、多分今回はちょっと短くならなかったかなと思います。ドリブルスピードとスタミナの関係ですね、これをちょっと調べていきたいなと思います。ちょっとざっくりな感じではあるんですが、今回確かめも含めてね、今作になってからの確かめも含めてやっていきたいなと思います。ここのチャンネルで前作前々作ぐらいからね見てる人は分かってくれてるかなと思いますが、単純なダッシュに関してはスタミナ関係なくスピード変わらないということは分かっております。でドリブルに関してはですね、前作ぐらいからかな、スタミナに対してのスピードの減少っていうのが見られたという形になっていきます。じゃあ今作はねどうなんだろうというところで調べていきたいなというところで、今回はドリブルスピードについてやってきましたよというところです。育成の参考にもなると思いますから見ていただけたらなと思います。検証方法は結構大事なんでしっかりやっていきたいなと思うんですけども、まず iPad に動きを記憶させてね今回も検証していくんですが、立ち位置ですね。最初の立ち位置はねできるだけ端っこに立つようにしております。できるだけ加速してねここのスピードをね速くするためにしていくような形ですかね。ちょっと今作ね瞬発力とかの関係性も大きくなってきたんで、この辺のね最初のところをねちょっとおろそかにするとタイムがだいぶブレるってことが分かったんで、できるだけね助走してから測定するようにしていきます。でこのまま走っていてですね、選手のこの矢印ですね、これがペナルティエリアの中に入った瞬間ですね、ここを0秒として1秒間60コマ、これで測定をしていきたいなと思います。でゴールの方なんですけど、これはですね今までとちょっと違いまして、選手のこの丸ですね、選手の丸がこのペナルティエリアに触れたタイミングでゴールとさせていただきたいなと思います。というのもですね iPad に動き記録させているんですが、ちょっと時間切れでねまっすぐ矢印が保てなくなっちゃうっていうところですね。後ろから走るようになった分ですね時間かかっちゃうんで、保てなくなっちゃうんで、ゴールはこの選手の丸、入り口はこの選手の矢印ですね、これでやっていきたいなと思いますので、それをご了承して見ていただければなと思いますし、前回のね以前のドリブル検証を見ていただいた方は余計感じるかもしれませんが、タイムだけ見るとすごく遅くなっちゃうかなと思いますが、その辺を踏まえて見ていただけたらなと思います。で今回使っていく選手なんですけども、バランドールのデンベルを使っていきます。ドリブル84でスピード瞬発が85の状態ですねなってますよというところで、これでね見ていきたいなと思います。でもちろんね自陣でやってますから、モメンタムドリブル発動してない状態でね見ていきたいなと思います。はい、ということで見ていきましょう。こんな感じでね走っていきます。で上にねスタミナ出しておきました。最初はね 96% とかですけども、そんな形、こんな感じでどんどん見ていきます。だいたい4秒57コマとかそれぐらいになってましたね。5秒を切るぐらいですかね。はい、そんな形になってましたよということ。88% でもそんな変わんない。56コマとか若干のね測定のブレっていうのはもちろんね多少出てきてしまうんですが、速くなったり遅くなったりをちょっと繰り返していくような形でしたかね、この辺は。79% でもやっぱ56コマ出てましたね。はい、57個。69%、70% 切りましたね。この時も58。そんな変わんないかな。65% ですね。57コマ。そんな変わらなそうですかね。61%。58。ここも変わんないですね。はい。ということで、こっからですね、60% 切りました。57%。これを見ていきたいんですけど、5秒1コマということで、結構遅くなりました。一気にね、3コマ以上遅くなったというかですね、次52コマ。ここもね、やっぱ同じぐらいの記録になりました。で、50% を切ります。48% ですね。はい。5秒2コマ。ちょっと遅くなってきてるかな。 43% になっていきます。5秒3コマ。38%、40% 切りましたね。これどうかな。5秒4コマ。結構遅くなってってますよね。どんどん着々と遅くなってる。33%。5秒7コマ。いや、これ、30% ぐらいまでは使っちゃうよね。27%、30% 切りましたね。5秒9コマ。
23% になっていきます。25とか切りましたが、5秒11コマ、いやー、だいぶ下がってますね。20% ですね。5秒14コマ、めちゃめちゃ遅い。そして最後ですね、10% になっていきます。はい、5秒15コマという形になりました。もちろん多少の検証の差っていうのはあると思います。前後するとは思うんですが、大体はこの辺になっていけるかなというとですね。でも少なくともめちゃめちゃ遅くなっていってるっていうのも分かったかなと思います。ちょっとグラフにしてきました。はい、こんな感じ。これ横軸がスタミナですね。で、縦軸が何コマだったかという時間ですね。実際のタイムを記録しておりますが、4秒の何コマだったかって形になってきます。なので、4秒の60コマ、これはですね、5秒00と同じですね。で、例えば70とか言ったら5秒10コマっていう形になっていきます。はい。で、見ていくとですね、100% から61% まで、ここはね、前後1ぐらいの差なんで、そんな変わんないですね。そんな変わんない。で、60% 切った途端に急にガッと3コマぐらい遅くなりました。ここでかなり下がってますね。はい。ここからだいぶかなり減少してるってことが分かりますね。で、その後ですね、その後もみるみるうちに下がっていって、35コマを切ったところですね。ここもぐっと下がっていって、最後こんな風に落ちていくと。で、もう最終的にはですね、5秒15コマですかまで下がってるんで、20コマ近く下がってるんですよね。思ったより下がってる。思ったより下がってるな。前作確か10コマぐらいだったんじゃないかなとか思ったけど、どうだったんだっけな。でも同じぐらいだったのかな。かなり下がってる。少なくともかなり下がってることは間違いないですね。50% ぐらいまでかちょっと許容範囲ぐらいなのかな。ちょっとこれ以上下がってくると、ちょっともう使用感にもかなり現れちゃいそうな、そんな感じはしましたね。はい、ということで、ちょっと一旦結論です。ドリブルスピードは 60% を切るとめちゃめちゃ下がっていく。とします。はい、ということでですね、60% 下がる、切るとですね、めちゃめちゃ下がるってことは分かっていきました。ちなみに 60% どれぐらいかというとですね、これですよ、これ。矢印のちょっと左側なんですけど、ここまでいったら、ここまではギリ大丈夫ですね。これ以上下がるともう下がっていくという形になっていきました。いやー、結構早いよね。大体、どの選手でも 30%、これ 30%、これぐらいまでは使うよね。なのでっていう意味ではこれぐらいまではある程度下がってもいいような育成にしておくっていうのはちょっと必要なのかもしれないですね。もちろん使い方によるかなと思うんですけど大事なのかなと思いました。なので今までの育成って割とですねモメンタム持ちだとしたら93とかに抑えてでモメンタムがプラス6ですから強力も検証やってるんでなのでプラス6してカンストするような状態で93に抑えておけばいいかなみたいな感じも思いましたけど結構思ったより下がってるんで、しっかり使いたい場合はですね、95、余裕があるのは96とかまで上げちゃって、モメンタム発動して、99、99以上にはならないっていうのは、またこれもね、検証やってるんで、ぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、スピードは変わらないんで、モメンタムちょっともったいなくなっちゃうんですけど、それでもですね、その96とかにしておけばですね、スタミナがだいぶ減っても、30% とかになっても、まだね、ギリ、95ぐらいの能力になってんじゃないかなというような予想はできるのかなと思いました。ちょっとこれはまた詳しくやります。はい。ごめんなさい。またこれはね、時間かかっちゃうんでちょっと後回しにしちゃってるんですけど、ドリブルスピードもね、細かくやっていきたいなと思いますから、それ待っていただけたらなと思いますけども、少なくとも現状言えるのはそういう感じかな。だからちょっと育成の仕方が若干今後変わっていくのかもしれないなと思っておりますね。もちろんね、最後後半スパサブで使うとかだったら全然93とかでも問題ないのかなとは思うんですけどね。これを踏まえてですね、皆さん例えばモメンタムの選手使っててドリブルがちょっとなんか物足りないなって、カンストしてるはずなのに物足りないなって思った人はですねちょっともしかしたらこの辺が原因かもしれませんのでちょっとねドリブル数値とかこの辺を改めて見ていただけると良いのかなと思います。なので基本的に選手をね1試合フルでちゃんとモメンタム発動させたいかとか、ワンポイントで使いたいのかとかねいうのは必要だったりしますし逆に言えばドリブルにねめちゃめちゃ触れないけどモメンタムちゃんと使いたいなって人はカウンターターゲットにするとか、そういった考慮みたいなのはちょっと必要なのかなと思いますから、そういった意味ではね自分のスカットをもう一回見直してみてください。この辺大事かなと思います。はいということでいかがだったでしょうか。今回はドリブルスピードとスタミナについてやってきましたけども少なくとも現状細かいことは言い切れないですけど 60% を切ると少なくとも遅くなるよ結構遅くなるよっていうね
多分感覚でも使ってても分かるぐらい遅くなっていくよっていうことが思いましたので、この辺はぜひ参考にしてみてください。細かいことはまたごめんなさいやりますけども、どうか待っていただけたらなと思います。ということで、この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方で高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。